皆さん、ご機嫌はいかがですか？釣り正です。この番組は、東京湾でプレジャーボートによる釣りを楽しんでいる釣り正がお送りする釣りの情報番組です。20回目放送の今回は、2023年の最終戦として挑んだ外房大原港の天野精鋭丸での一つ天山台の様子をレポートします。よろしければ最後までお付き合いください。2023年も残りわずかとなった。今週は今年最後の兆候として外房大原港の天野精鋭丸に乗船することとなった。釣り物は一つ天山台。昨年も釣り納めは天野精鋭丸であった。海一丸廃業後の常宿となっており、年末の恒例となっていきそうである。普段は空いている天野精鋭丸であるが、さすがに年末である。午前のヒラメ狙いは14名と満席。午後も9名と普段よりは多くの釣り師が乗船。11時半頃に帰港した天野精鋭丸はすぐに釣り師を入れ替えて、12時少し前には港を出港。私の釣り座は右の三好。左舷側はグループでの予約客で5名。右舷側は私を入れて単独のお客ばかりの4名。十分に広い間隔が保たれている。よく見ると昨年も同船したメンバーばかりである。乗船回数を重ねるうちに顔見知りも増えてきて、談笑しながらポイントを目指す。ピリピリした雰囲気もなく、楽しく一日を過ごせそうだ。船は大原港の真沖を目指して進んでいく。沖合は少し風があるが、気温は予想より低くなく、過ごしやすい。小1時間の航行後、ポイントに到着。風のためか、少しうねりも入っている。今回はパラシュートアンカーを下ろし、船を流していく。潮色は薄濁り。水深は18メートル前後と浅い。水深が浅いので、最初に使用したテンヤは、メジャークラフト製、げんこつかぶらの6号である。私にとっては、実績の高いかぶらだ。仕掛けを投入すると、2枚状であることがわかる。そこは、なんとか取れるのだが、どんどん船べりの方向に流れて、釣りにくい。船は、沖に点在する沈み根の上を流していくので、根がかりに注意が必要となる。しかし今回は、それほどひどい、根がかりは少なかった。期待大での投入であったが、魚からの反応がない。つけ餌は残ったままである。船長は10分ほどで見切りをつけて移動となった。移動の最中に、かぶらを6号から8号へ変更し、2枚状対策を行う。次のポイントは、水深23から25メートルくらいと少し深くなった。かぶらを重くしておいて正解であった。仕掛けを投入するとまっすぐに落ちていき、底取りもしやすくなった。しかし、こちらも魚からの反応がない。釣り開始から40分が経過しようとしている13時40分頃、ようやく小さな当たり、合わせを入れるとうまく乗ってくれた。引きはマダイのそれではないが重量感がある。上がってきたのは35センチほどのマハタであった。しかし後が続かない。13時50分には再び移動となる。次のポイントは少し沖合の船団の中。水深は30メートルと深くなった。
当たりがあまりにもないので、ベタ底を攻める作戦に変更。仕掛けを誘導式に切り替えることとした。選んだのは、こちらも実績のある、はやぶさの間撃誘導点や、重さは6号。少し重くした方が良いかなとも考えたが、とりあえず、そのまま投入してみる。相変わらずの2枚上ではあるが、6号でもそこは取れる。すると、コツコツ、といった小さな当たり。合わせを入れるが、乗らない。巻き上げると、案の定、つけ餌がなくなっている。どうやら、根の上を流しているようで、一気に餌取りが増えてしまった。そして、根も荒くなり、根がかりが頻発するようになる。根に当たっているのか、魚の当たりなのか、判別できず、つけ餌ばかり消費するようになってしまった。ようやく合わせが決まり、上がってきたのは、オハグロベラ。どうやら、これらの雑魚が、餌取りの正体のようだ。時刻は、15時を回った。餌取りの猛攻にも、手を焼かされたが、何より二枚塩が、徐々にひどくなり、底が取りにくくなってきた。右舷側から左舷側に流されてしまうので、そこを取ろうと糸を出しすぎると左舷側の人とお祭りをしてしまう状況になってしまった。ここで重りを一気に12号と重くし、色も派手なオレキンホロへと変更。ずっしりと重い仕掛けを投入。さすがにそこが取りやすい。そして投入直後に当たり、ぐんぐんとマダイ特有の引きを見せている。釣れ上がったのは本命のマダイ。サイズはいまいちだが、ようやく手にした一枚である。ほっと一安心して仕掛けを投入。ゆっくりと落とし込みを入れると、ぐんという当たり。合わせを入れると重量感がある。今日一の引きであるが、マダイのそれではない。30メートルの海底から抵抗しながら浮上したのは、後径で40センチ、1キログラムのマハタであった。時刻は16時となり、本日最後の流し直し。前述のマハタを釣り上げた後に、12号を根がかりによってリーダーごとロストしてしまったので、ここで再び、げんこつかぶら8号に変更。2枚塩が少し収まってきたので、十分に釣りになる。根がきつくなったので、少し浮かせ気味に誘っていく。餌取りの馬面はぎの次に、本日2枚目のマダイが食ってきた。サイズが20センチほどなので、さすがにリリースする。その直後、またも当たり。上がってきたのは、本日3枚目のマダイ。こちらも28センチ程度の小型である。サイズは小さいが、正月用のマダイが欲しいので、キープすることにした。起き上がりが近づいてきた16時25分頃、ゴツゴツという当たり。合わせを入れると根がかり。これで仕掛けをロストして終了かと、ぼやきながら道糸を引っ張ると、ズボッと根から抜けた。よかったと胸をなで下ろすと、ぐんぐんと引いている。魚がかかっている。巻き上げると、両肩のカサゴが上がってきた。どうやら針がかり直後に、根に潜り込んだようだ。直後に当たり、マダイらしき引きであるが、サイズは小さい。上がってきたのは、チャリコサイズ。すぐに、海にお帰りいただいた。直後に、また当たり。今度は、ずっしりと重い。しかし、引きはマダイのものではない。釣れたのは、これも両型のカサゴであった。この一匹が最後の獲物となり、16時40分。船長から終了が告げられた。これで、2023年は、納棺。釣果には、恵まれなかったが、それなりに楽しめた一日となった。来年は、一つ天野でも、大物を釣り上げたいものだ。
いかがだったでしょうか。最後までお付き合いいただきありがとうございました。この番組では釣りにまつわる情報を発信してまいります。皆さんの釣りライフにお役に立てば幸いです。よろしければチャンネル登録をお願いします。ご意見、ご感想もお待ちしています。釣りまさでした。